土屋先生の UL ハイキング大学 in 大和道講義にシューズを通して考える歩くことについて前編。こんにちは。はい、東京三鷹でハイカーズレポをやっている土屋と言います。よろしくお願いします。一応前回もバックパック中心にして UL ハイキングについてちょっと語るっていう機会をいただいたんですけども、今回はその2回目ということで、ハイキングっていうと衣食住を運ぶためのバックパック、あとはやっぱり歩くっていう行為がすごく大きくなってくると思います。なので今日はその大和道の商品とかとはちょっと異なるんだけれども、足元を支える大事なそのシューズについて少しお話ができたらなと思います。特にその大和道が標榜もしているそのウルトラライトハイキング UL っていう中で言った時に、従来の登山でよく使われていたマウンテンブーツではなく、トレイルランニングシューズみたいなものを履くっていうのが、一つのスタイルとして定着というか、ある程度今は一般化していると思います。実際にそのウルトラライトが出てきた時に衝撃的だったのっていうのは、雨蓋がない、ウエストベルトもないようなペラペラのバックパックを背負ってローカットのランニングシューズで歩いて、寝るのはタープで寝て、お湯を沸かすのはアルコールストーブや固形燃料みたいな道具と結びついた新しいスタイルの提案みたいな部分もすごくインパクトとして大きかったと思うんですよね。でその中で、前回はバックパックで、今回はシューズというところでいきたいと思います。この中でも従来の登山とかをねやってたりだとかすると、登山靴を履くっていうことはあった人いるかもしれないです。で逆にそのいわゆる UL 以降、特にこの10年ぐらいですね、大和道ができてからもそれぐらい経ってるんだけども、大和道なんかをきっかけにして UL 始めたってなってくると、最初からトレランシューズで山を始めた人なんかも多いと思います。この時にまず出てくるのっていうのが、登山靴じゃなくてトレランシューズで大丈夫なんですかっていうのは、やってる人たちからすると全然大丈夫だよってなるんだけれども、店頭でもあると思うんですよね。トレランシューズのこと相談もしかしたら受ける機会があるかもしれないし、実際大和道のバックパックショーっていう軽くしてるんだけども、いわゆる登山靴をまだ履いてらっしゃる方、ここまでね冬用じゃなくてもいわゆる足首まであるようなシューズを履いてるっていう方もまだいらっしゃると思う。結構これに関して実際何がどう違うのとか、どう大丈夫なのって言った時に、自分の経験値としては大丈夫っていうのは言えるんだけれども、経験値以外の部分でどう違うんだっていうことが、理解できてると面白いのかなと思う。でいわゆる登山靴と言われているもの、じゃあこれってどういうふうな成立過程でできたかっていうのが、一つ一番肝になってくると思います。これはね現代の登山靴だけど、昔ながらの革の、登山靴、重登山靴なんて検索すると今でも画像は出てくると思うんだけども、その革のいわゆるごっつい登山靴、こういう登山靴がどういう背景でできたかって言ったらば、やっぱりヨーロッパアルプスの岩と氷の世界で使うためにできたシューズだっていうのが実は大前提にあるって思ってください。登山道があるような岩場ではなくて、本当にオフトレイルの岩稜地帯を行くとか、そのできた当時だとアイゼンが発達してない時代とか、ピッケルでカッティングして足場を作って足を置く場所をステップ切りながら登っていく。そうなった時に一番実は大事なのってこの硬さなんですね。要は岩場で細かなスタンスに足を乗っける、氷の斜面でピッケルで斜面をカッティングして足を置くってなった時に、足全面を置ける状況は少ないので、普通のフロントの部分、つま先に近い部分なんかを引っ掛けて登っていく。その時にいかに安定させるかっていうことと、いかに足を楽にさせるか、要は足が疲れないっていうかな、足を使わないでこの安定したポジションを取れるかで、そこで生まれたのがいわゆる登山靴だっていうふうに理解しておくといいと思います。もともとが歩くために作るっていうよりは、岩と氷を登るために作られたものがこういうシューズです。なのでさっき言ってたみたいに、重要なのって足首に目が行きがちなんだけども、実際にこの手の靴で大事なのっていうのはソールの硬さです。スキーやる人います？でプラスチックのスキーブーツを履いてバックルを締めてつま先立ちをする。
ってなった時にソールが硬ければこの状態でバランス取って立つことって多分できるはずなんですよ。でも同じようなことを裸足でやろうってすると指先でめっちゃ踏ん張んないとダメですよね。それは多分イメージできると思うんですよ。だからめちゃくちゃ指先で踏ん張んなきゃいけないってなるとそこでやっぱり疲れるし、かかとをずっと上げ続けるってなるとふくらはぎをめちゃくちゃやっぱり消耗していく。なのでつま先で不安定なスタンスに乗るってなった時に実はソールの硬さっていうのは足の疲労を抑えてくれる、足の疲労を軽減してくれる。だからソールが硬いんですよね。後で骨格の話でも出すんだけども、足首に関しても人間の足首が動くわけじゃない。不安定な場所で立ってる時に土台を安定させるために足首ってある程度可動域を固定させてあげると体は安定するよね。要は足首がフラフラ動いてる状態だと不安定な場所だと、体幹も使わなきゃいけないし、いろいろと不安定なことが起こる。だから足首もある程度しっかりと固めてあげる必要がある。さて出てきたのがいわゆるこういう登山靴です。なのでこれって要はさっき言った岩と氷って言ったけども、あとは雪山だったりだとかそういうところで使われることを前提にして作られたものです。じゃあこういう靴がなんでいわゆる登山をしますってなった時にこういうのを勧められる最大の理由は何にあるかって言ったらば、日本のマーケットの中とか登山業界の中で登山をやるイコール冬山もやる、例えばヨーロッパアルプス目指すとかヒマラヤを目指すみたいな、そういうような一個一個活動の難易度を上げていくっていうこととイコールだった時代があるっていうふうに考えてもらうといいと思います。日本で大衆登山というか多くの登山がガッと増えたのって、日本隊がマナスルを登った8000メーター峰の初登頂を日本隊が行った、日本山岳会が行ったっていうのが、そのみんなが山にバッと目を向けるきっかけになったりはする。そういう時に多くの社会人山岳会がそういう流れとはちょっとまた別に、ヒマラヤには行けないけども国内でより困難な登攀をするんだとか、アルプスの難しい岩壁の方に行くんだみたいな感じで、大学山岳部を母体としているような日本山岳会もそれとは違う社会人の山岳会もやっぱり見ている先っていうのはより高くより困難にっていうものだったんですよね。そうすると山を始めるイコール社会人山岳会に入る、例えば大学で山岳部に入るってなっても目指すところってやっぱり岩と氷の世界なので、だったらば最初からこういうブーツで歩くことになれなさいとっていうのがあった時代があるんですよね。でそれが登山とかアルピニズムっていうものを考えた時に大きな保守本流の流れとしては存在するので、こういうブーツっていうのが山を始めるってなると最初に提案はされます。だから登山専門店に行くと登山専門店のスタッフさんがそれを意識しているとは思わないんだけれども、多かれ少なかれこういうものを最初に進めるっていうような流れになる。もしくはここまでではなくっても足首があってソールがある程度硬いシューズっていうものが勧められるっていう現状がずっとあったって思ってください。でも今言ったようにこれって岩と氷で使うものなんで、さっきスキーブーツの話をしたけども、スキーブーツで歩くのって大変じゃないですか。だからスキーブーツでレストハウスに行こうとか休憩しようってなったらば板外してバックル全部緩めて、でもガン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 って歩いていくじゃないですか。やっぱり足首を完全に固定するソールが硬いっていう状況は確かに安定的なポジションは取れるんだけれども、歩くっていう行為を考えた時には実はすごく不得手な部分っていうのも実はあったりします。そこで日本だったらば近代登山が日本に入ってきて、それ以降とかも、昔の登山靴が日本にヨーロッパから持ち込まれて以降もいわゆる北アルプスの案内人とかもそうだし、その当時、日本の北アルプスとかでいわゆる探検的な登山って言っては変だけども、初期の頃まだ登山道が整備されてない時代なんかに北アルプスを案内人と渡れた人たちなんかもみんなやっぱり旅にわらじを使ってるんだよね、雪のない時代は。でやっぱり歩くっていう行為にで、その中でも自分もちょっと本の中で少し紹介させてもらったんだけど、田辺十二っていう人なんかは後に日本山岳会の中でもある程度上のポジションというかね、指導的な立場になっていく人もいるんだけども、その人なんかは登山靴に対してちょっと否定的なコメントなんかを自分の著作の中で残してたりだとかするんだよね。自由に歩けないっ
っていう。まあこう雪のないところで歩くんであれば当然足首が可動しっていうのができるとやっぱりいいんだよね。で人間の足ってこの中足骨ってところのこの横のアーチとこの足の内側のアーチと外側のアーチと3つのアーチがあって当然この足の前の方っていうのは曲がってこう蹴り出す力にも使われるし立っている時っていうのはかかと中心にして体重を支えるであとは荷重を分散するっていう能力を人間の足は持ってるんだけどもそれを完全にやっぱり固めてしまうと荷重を支えるとか分散するはできてもやっぱりその蹴り出すっていうようなアクションがしづらくはなります。なのでその昔の学人なんかも雪のない時代雪のない場所だったらば足袋やわらじみたいな自由度が高い履物の方が歩くのにはいいっていうふうに考えてたのもあります。なので実は昔からそういうふうな登山靴のメリットとかも分かりつつも雪のない場所では日本の登山の業界の中でも足袋やわらじみたいなものがいいってされた時もあったし実際自分がその30年前とかに大学とかで山をやってた時なんかも要は登山靴履いて山に行きなさい山に行くっていうのはあったけれども合宿なんかだと。ただ個人参考だったらみんなやっぱりジョギングシューズ履いてその当時だったらトレランシューズないんで普通にスニーカーを履いて行ってるとかで沢登りする先輩なんかも沢靴履いて登ってくんだけど下山の時にはこのシューズがいいんだよって言って東京靴流通センターとかで売ってるようなベルクロでベリって貼るようなこれがめちゃくちゃグリップ効くんだなんて言ってそういうの履いてサササササッと走って降りてくる人とかなんていうのはいました。その当時もやっぱりこう冬山ではなくて、沢登りとか岩登りをする人たちの中にはクライミングシューズの代わりも含めてそういったもので、夏山を動いてる人たちっていうのはやっぱいた。なので実はそのトレイルランニングシューズっていうところに今現代至る道のりの中とかでもそのローカットの、ジョギングシューズ的なものっていうものがきちんと山で使われた時代っていうのは、あるんだっていうのも知っといてもらえるといいなと思います。ウルトラライトハイキングの話につながるんだけどもじゃあ片やアメリカなんかでも前回のバックパックの話の時に昔アメリカでもそのバックパッキングっていう言葉が広く浸透していた時代とかっていうのは歩くことの他にその生活のための道具も全部持って本当に20キロ30キロ40キロっていう荷物を持って歩いてた時代っていうのがありましたって話をしました。でその時は当然だから重たいものを支えるっていう必要があってくると荷重を受け止めて分散するっていうためにこういういわゆるブーツを履いていた時代っていうのもありました。でもウルトラライトの話になっていくとそれだと荷物が重たいと歩くのつらいよね故障が起きるよね当然やっぱり歩きにくいスキーブーツでずっと歩いてたらば多分足すごく大変じゃないですか靴ずれもできるしそういうものに対する対抗策としていわゆるレイジャーディーンのレイウェイみたいなものが出てきましたって話を前回したと思います。じゃあレイはどういう風な靴を履いていたのかっていうとレイジャーディンが履いてたのって普通のテニスシューズだったりだとか普通のジョギングシューズの終端を切ったものを履いてたんだよね。ここです。ここを切ってました。バックパックの荷物を軽くしました。だから体への負荷が減りましたってなった時に足元もじゃあこれじゃなくて大丈夫だよねもう20キロ30キロ40キロを背負う必要がないのであれば足元の土台固めっていうものもそんなには必要ない。だったらばこういうシューズで歩いた方が楽だよねでだからトレランシューズがない時にレイは普通にテニスシューズやジョギングシューズで PCT を歩いてました。でその時に体的にこの終端を切ったっていうのはそうすると通気性が良くなると実際にやったことあるんですけどシューレースが食い込んで痛いです僕は。なので、その終端を切るっていうのは、いい悪いとかじゃなくて、その時の彼のラディカルな先鋭的な多分その姿勢の表れだと思うんですけれども実際そういうふうにしてアメリカの中でもいわゆるトレッキングブーツみたいなものからランニングシューズこういったローカットシューズの方に大きく流れが変わってきます。そのきっかけになったのがそのレイウェイとかそこから派生するウルトラライトだと思ってください。じゃあこういうふうに生まれてきたじゃあランニングシューズとか、テニスシューズランニングシューズに代表されるようなソールが曲がる柔らかなローカットシューズっていうものが歩くためには楽だよね。要は
足が歩行をする際に行う機構を阻害することなく、通常と同じ方法で歩くことができるって考えるのが一番いいかなと思います。硬いブーツだとこうやって歩かなきゃいけないじゃないですか、基本的には。これが一番滑らないからなんだけど。でも実際それで歩くよりは、普通に歩いた方が当然歩きやすいよね。で、それができるのが、さっき言ったソールの柔らかさと足首の自由度って考えてもらうといいと思います。なので、ブーツとこのシューズの違い。見ててもね、わかるけども、そのソールの硬さの違い、足首の自由度の違いっていうのが、大きくなります。じゃあ、こういうローカットシューズが長距離を歩くハイカー、特に軽量化を志向する長距離ハイカーたちの中で一般的になっていくんだけども、実際に歩いてて、ほぼ会った人全員そうでしょ？トレッキングシューズ履いてる人っていた？ゼロじゃないとは思うんだけど。JK は PCT はじめキャラバンのシューズで歩きました。ブーツで。ブーツで歩いた？どこら辺で買えた？カリフォルニア、ヨセミテら辺で買いました。じゃあ、シエラはいわゆるブーツで超えたって感じだったの？じゃあ JK が実際にこう実体験の中で、その長距離を歩く中でトレッキングブーツからトレランシューズに切り替えたっていうのは理由としては何だったんですか？ちょっと試してみたかったっていうのもあったんですけど、足元がやっぱすごい重たいっていうので、それで結構こう体力が取られるなっていうところで、徐々に荷物、元々の荷物が、ベースウェイトだいぶ減ってきたっていうことだったんで、これで変えれるんじゃないかっていうふうに思って変えたと。多分その今の JK の話っていうのが、一番こう実体験、理屈ではなくて体験の中で足元を軽くできるっていうところにつながってるとは思うんだけれども、いわゆるこういう風なシューズ、今ローカットのシューズっていっぱいあると思うんですよ。それこそベアフットシューズみたいな、ビボベアフットとかこういうゼロシューズみたいな、いわゆる直旅みたいな感じのペラペラのシューズもあれば、アプローチシューズ、ソールがある程度硬くて岩場なんかでも乗っかりやすい靴、ローカットなんだけどソールが硬いっていうような靴もあれば、ドロップさがなくて軽量ないわゆる今っぽいトレランシューズもあったりはする。じゃあこういうシューズの中でどういうものが最初に生まれてきたか、ハイキングシーンの中で一番最初にこうフォーカスが当てられたものって何だったのか。ランニングで使うようなランニングシューズではなくて、トレイルランニングシューズみたいな形になってったのっていうのは、モントレールがやっぱり一番きっかけになってると思います。98年かなんかにだったと思うんだけど、99年かな。ワンスポーツっていうアウトドアシューズを作っているところがモントレールっていう名前になって、こういう実際にトレイルで使うランニングシューズっていうのを作り始めます。なのでこの当時の実はトレランシューズ、これって2000年前半になってきてて、一番多くの人が多分使っただろうコンチネンタルディバイドっていう靴とハードロックっていう靴です。今のトレランシューズと圧倒的に違うのがプロテクションの強さなんですよね。この頃のトレランシューズってある程度ロード用のランニングシューズの弱点を補うって考えてもらうといいかな。ソールがある程度そのダートだったりだとか、そのいわゆるトレイルなんかでもグリップが効くようなシューズも大事なんだけれども、それ以上に長距離を歩く、長距離使うっていう中で壊れない靴っていうのがかなり重視されていました。実際今ハードロックってこの靴なんかはアメリカの有名な100マイルレースのハードロックで使って大丈夫なものっていうようなコンセプトでもあったんだよね。だから今のシューズと比べると実は圧倒的に重量が違います。初期のトレイルランニングシューズって軽さは重視してないんですね。ちゃんと足を保護してくれる、プロテクションがしっかりとしてる。だからこれ以外だとヨーロッパのスポルティバなんかだとワイルドキャットっていう靴だったりだとか、丈夫なトレランシューズっていうのかなとして支持を受けてた時代っていうのが一つあります。それがやっぱ徐々にトレランシューズの中でも変化をしていきます。さっき言ってたみたいに初期の頃のトレランシューズってランニングシューズメーカーは作らないんです。さっき言ったアウトドアシューズを作っているメーカーがフィールドで使えるアウトドアシューズのノウハウを生かした上でランニングシューズの形に落とし込むっていう形だから、アプローチがアウトドアブーツの流れの中で作っているものが一つの流れでした。それに対してもう一個出てきたのっていうのが、やっぱりトレイルランニングっていうムーブメント自体がランナーがより多く入っていく。
日本でもそうだよね。トレイルランニングのレースとかトレランをやってらっしゃる方ってもちろん登山を楽しんでてハイキングを楽しんでてトレランやるっていう人もいっぱいいるけれども、多分それ以上にランニングを楽しんでらっしゃる、ジョギングを楽しんでる方が10キロ走るようになった、ハーフ走るようになった、フルマラソン走るようになった、100キロとかのウルトラも走るようになった、その次のチャレンジとしてトレランのレースに出るっていう人なんかが、たくさんいると思います。なのでその後ランニングシューズのメーカーさんがトレランシューズを作るっていう風な形になります。そうなると同じようなカテゴリーのものを作るんだけどもアプローチが全くだから違う。ランニングシューズのメーカーさんが作るシューズっていうのは基本的には軽いものになっていきます。今トレランシューズを履いてる人なんかだとソールが減るより先にアッパーがぶっ壊れるっていうのってよく聞くよね。であれはランニングシューズのアプローチで作ってるからアッパーをそんなに硬くしたくないし重たくもしたくないんだよね。その分耐久性が落ちる。だからよりちゃんと走りたいって人からするとこういうトレランシューズは重たくて走れないになるんですよ。だからアッパーが軽くてペニャペニャのもの、ちょっとこれはまたちょっと違うけども、実際にアッパーのごつさって全然違うよね。これちょっと使いすぎてペナペナになっちゃってるけどやっぱり全然違うんですよ。同じトレランシューズっていうカテゴリーで考えたとしてもやっぱりこのアッパーの丈夫さ、ソールの硬さっていうのも違う。ソールに関してもこの当時のモントレールのものって裏にプレート入ってるんですよ。ここにプレートが入ってるんですね。ロックプレートが要は地面からの突き上げを抑えるっていうのと、ここの柔らかさよりは登山靴に近い硬さが欲しいと。それでプレートが入っているものが多かった。でもそれだとやっぱり走ったりだとかする時にこの硬さが邪魔になるんでどんどん柔らかいものとかにやっぱり変化していく。なのでどんどんシューズなんかもランニングシューズに近いものに今トレランシューズはなっているっていうふうに思ってもらうといいのかな。さらにこういったトレイルランニングとかハイキングの文脈とは全然また別のところで自分の身体的な能力っていうものをきちんと目覚めさせてあげるっていう文脈でベアフットシューズみたいなものが出てきてるんで、ベアフットシューズはどっちかっていうとトレランとかハイキングとかってことよりは身体能力をしっかりと引き出す。だからビボベアフットとか履いてる人たちもいると思うんだけど、それなんかは特にそういうことをやっぱ言ってるよね。そういうのが一つのもう一個の流れとしては出てきている。アメリカだとベアフットシューズってやっぱり訴訟の対象になったりだとか、使い方だとかメリットを分かって使えばすごく有効な靴なんだけれども、やっぱりプロテクションがない分怪我もやっぱ大きいんですよね。だからアメリカでは実際訴訟も起きてます。一回アメリカでベアフットシューズがすごくいろんなメーカーさんが出してる時代があったんだけど、2000年代の中頃って一回すごく下火になります。でアメリカでもその後だからなかなかベアフットシューズっていうのがそんなに広がっていかないのっていうのはやっぱり訴訟をちょっと恐れてたりだとか、そういった判例が出てしまったっていうのもちょっとあるのかなと思います。こういうふうにトレランシューズ、ローカットのシューズが歩くのには向いてますよっていう話になって、しっかりとしたトレイルランニングシューズからランニングシューズに近いトレイルランニングシューズに大きく変化していってる。でこれが今の大きな長距離ハイキングとかウルトラライトのハイキングのシーンの中での足元の大きな変化なんだっていうふうにちょっと一つ理解をしてもらうといいのかなって思います。ここまではちょっと流れです。ご質問ございますか？このプレートってどういう素材に？プラスチックだね。樹脂プレートが入ってると思ってもらうといいです。トレランシューズがどんどんランニングシューズに近づいてきてるっていうのはどこが今違いになってるんですかね、トレランシューズとランニングシューズ。ソールだと思います。例えばアルトラのいわゆる契約アスリートの中でもトレイルランニングのレースに実はロードシューズで出てる人っているんだよね。今現状一番違うのはアッパーの作りよりはソールのパターンの違いが一番やっぱり大きいと思います。で実際今トレイルランニングのレースで荷物を持って走ることってほとんどないじゃないですか。実際エイドステーションだったりだとかそういうものがしっかりとはしてるので、トレイルランニングのレースって考えた時には走ることにある程度特化してそこのところに注力してランナーも活動ができるってなった時に足元の堅牢さで物を支えるだとかっていうのは考えなくてもいいんだろうし、例えば壊れてしまったとしても
荷物をドロップしているポイントなんかで新しい靴を書き換えるってこともできるだろうから、耐久性とかっていうよりは軽さにやっぱり今特化してるって考えていいんじゃないのかなと思います。なんか耐久性だけなく硬さとかも重要じゃないですか。はい。今もいろんなシューズが、シューズもあって硬いものもあればハイカットもあって、お客様をお勧めする際に、何キロ以上背負ってたらハイカットの方がいいですよとか、より硬めの方がいいですよみたいな接客されてると思うんですけど、はい、どれぐらいのその背負う重さでシューズを区分けしてるみたいな接客されてる？正直バックパックの時の話と同じで、個人の体力筋力っていうものが最終的にはすごく影響を及ぼすとは思います。ただそれの話をしちゃうと全て終わっちゃうので、僕の中ではバックパックの時と同じで考えてます。これパックウェイトですね。ベースウェイトではなくて、パックウェイト、背負う荷物全体って考えていった時に8キロまでだったらば基本的にはどういうシューズでもいけるかなって思ってます。特にそのプロテクション動向っていうのはあんまり考えなくてもいい。考えなくてもいいっていうのは変なんだけど、そういうものをトライしてもいいんじゃないかな。例えばビボベアフットとか、ゼロシューズみたいなベアフットシューズを履いてトライしたいとか、トレイルランニングシューズの中でも軽さにある程度もフォーカスを置いたようなシューズを履きたいっていう場合だったらば、パックウェイトっていうのは8キロ、要は大和道で言ったらばミニで、ごめんなさい、ここの話ってもうオーバーナイトにしちゃいます。ここの重さまでに抑えられるんだったらば、そういうようなちょっとプロテクション能力が低い靴なんかでもトライをするっていうのが十分いけるのかなと僕は思ってます。15キロ以上になってくると、相当この重量でローカットシューズを履くってなってくると、捻挫をするしないとかってことよりは、足首のブレを抑えるのにすごく筋力も体力も使うんですよね。足元を安定させるために。なので、あとはちょっと不安定な場所とかで、さっき言ったつま先が気になるようなところ、登山道を歩いていてもこういう風に乗るところってあるじゃないですか。そういう時にふくらはぎの筋力だったりだとかを変に消耗しないようにするためには、15キロを超える荷物を持つのであれば、ハイカットだったりだとかソールが硬いようなものっていうものにある程度していくのがいいんじゃないのかな。でこの中間のところ結構意外と多いと思うんですよね。店頭のお客様の中とかでも、ベースウェイトが4キロまではいかなくて、ベースウェイト5、6キロぐらいで水を2リットル3リットル背負うことがあって、初期量とかもあってで、10キロちょっと超えてますみたいな感じの人とかっていう場合は、この重量だったらば僕はベアフットシューズとかは避けた方がいいですよって言い方はするし、本当はここのところに相当する靴っていうのは自分の中では本当に初期の頃のモントレールみたいなある程度、ソールの硬さだったりだとか、意識している靴の方が安心して背負うことができるんじゃないのかなって思ってます。で、実はそこのカテゴリーにあるシューズが今実はマーケットの中でも少ないんじゃないのかな。抜けてるゼロじゃもちろんないんだけれども。で、実際アメリカなんかだとスポルティバのワイルドキャットっていう靴が、これに非常に近いモデルなんだけども、アメリカは実は継続して作られてます。でもインターナショナル全体では実は販売されてなかったりとかする。だからそのアメリカ別注として販売を続けてるんです。話をしたことがないのでわからないんだけれども、そういう部分っていうのはあるんじゃないのかな。だから近年だったらば、ここ最近で言ったらトポなんかが今年出したトラバースっていう靴なんかは比較的こういうものにちょっと寄せて作ってる。それがスルーハイクモデルみたいな感じの言われ方をしてるのっていうのもちょうどここのところに当てはまるシューズっていうのが実は少ない。アシックスの靴とかどうですか？アシックスとかミズノとか日本のランニングシューズのメーカーさんが出してる実はトレイルランニングシューズはちょっと今注目してもいいのかなっていうふうに僕なんかは思ってます。アシックスの場合とかいわゆるランニングだとかそういうのをやっているメーカーさんの中でだとアシックスとミズノがやっぱ双璧だとは思うんだけども、特にアシックスはトレイルランニングシューズに関して言うと昔から実はその富士登山競争用のゲル富士っていうトレランシューズがすごく昔からやっぱ作られてるんですよね。ソールの厚みもある程度あって張りもしっかりとあってつま先とヒールのカップもしっかりとしててつま先なんかの補強もすごくしっかりとされてるシューズっていうのが実はあります。なので今日夏目さんがねアシックス履いてると思ってちょっと実は注目してたんです。ちょっと自分も最近アシックスとか、ミズノの靴はちょっとこの前お店で見ててちょっと試してみたいなと思ったりはしたんだけども、
ドロップ差、そこをどう見てますか？ドロップ差って、シューズのかかとの高さとつま先のところのソールの高さがあるんだけども、